こんにちは、くぬぎ家です。農地山林付きの古民家に夫婦で暮らし始めました。来年度から始める畑をご近所さんに耕していただきました。しっかり耕したのにたくましく生き残った雑草たち。ススキの株が一番の強敵でした。渾身の力で引っこ抜きます。これから農家になるので、家を直しながらちょっとずつ畑を復活させています。雑草で覆われていた土地が食べ物を作る土地に変わる。これから暮らしが豊かになっていく実感が湧いて嬉しくなります。畑を耕して草を抜いて立派な百姓になりたいと思います。日々精進あるのみ。さて、古民家 DIY の続きが始まりました。かれこれ3回目の床剥がし編です。古くなった畳の上にゴザが何枚も重ねられていました。ゴザを片付けて畳を外して最後に床板を剥がします。昔ながらの家の作りからすると、ここは表座敷という部屋にあたります。玄関側にある畳の客間で客人をもてなす場所。僕たちもここはそういう空間にしたいなと思っています。目指すのは訪ねてくれた人がゆっくりくつろげる部屋。例えばコーヒーを飲みながら本が読めるようなところ。床板が全部あらわになりました。案の定湿気でだいぶカビていました。部屋の中央に隠れていたのは小さな囲炉裏でした。すごい。すぐにでも使えそうね。灰も入ったままだね。いい感じや。危なかったね。危なかった。後回しにする予定だったけど、あんまりにも危険だから先にやっちゃおう。そうしましょう。畳を外しているとき、危うく踏み抜きそうになりました。もうすぐ折れる。ボロボロだもん。誰かが踏み抜くその前に危険を取り除いておきましょう。長くて分厚い立派な板が使われていました。僕たちはここにたどり着く前、住む場所を探し回っていた頃、旅先に本屋やブックカフェがあれば立ち寄ることにしていました。いい本屋さんがある町はいい町だという一つの指標があったことと、もしなければ自分たちで本のある空間を作りたいと思っていたからです。本があればどこに住むことになっても豊かに生きていける確信がありました。田舎暮らしを始める上で一番の心配事は自由に旅ができなくなることでした。旅をすればするほどお気に入りの街は増えていくし、もともと都会育ちで故郷と呼べる場所がない僕たちが果たして一つの場所を定めて生きていくことができるのか。地に足のついた暮らしに憧れる一方で、風のように気ままに流れる生き方も気に入っていました。どこかに定住したい。でも自由に旅したい。わがままな願いを叶えてくれたのが本でした。
新たな道具を入手しました。マルチツール、こういう際切りに重宝します。先が長いね。長い。壁の下に挟まった床板が取れずに困っていました。文明の利器に頼って解体の技術も一歩前進です。おお、取れた。取れた。綺麗に切れたね。そうだね。初めてにしてはうんうん。いい感じじゃないかな。うん。削ればいいしね。うんうん。すごい。今、自分が生きている世界で嫌なことがあったとき、疲れてしまったとき、旅に出るように本を読み始めます。本というのは一つの世界で、本があればどこにいても違う世界へ旅に出ることができます。疲れる本が数冊と、それを読む時間さえあれば、どこにいても自由な心で生きていくことができる。だから僕たちはこの古民家にたくさん本を置きたいと思っています。それは自分の心を豊かに保つ方法で、田舎暮らしをしながら世界中を旅する方法です。目指すのは成功うどくの暮らし。この床剥がしはそんな夢への第一歩です。本棚の重みに耐えられる床を作らないと。そしていつかカフェを開ける日も来るかもしれません。床剥がしが完了しました。立派な土台と大引きが姿を現しました。よくもこんな岩を見つけて運んできたものです。大引きに残った長男の発り跡に目を奪われます。ところどころに残る墨付けの跡。建築当時の大工仕事に思いを馳せるひととき。踏んで怪我をしないように残った釘の処理もしておきます。ここでも文明の利器に頼ってみました。釘も切れる刃を用意してきました。手作業に比べてどう？めっちゃ早い。さすが文明の利器やね。断面もめっちゃ綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。引っかからない。うん。この後、一瞬で刃が欠けてしまいました。直接に釘を切るのはダメージが大きすぎるようです。この部屋がどう変わっていくのか、気長にお楽しみください。それではまたお会いしましょう。